ハンニバル vs スキピオ宿敵の対決と再会。イントロダクション。歴史上の二人の天才軍人、ハンニバルとスキピオの、運命的な対決と再会の物語を紹介します。カルタゴの英雄ハンニバルと、ローマの救世主スキピオ。二人の宿敵が織りなすドラマは、今なお多くの人々を魅了し続けています。若き日の出会い第二次ポエニ戦争の幕開け。第二次ポエニ戦争って何なのだ？紀元前218年から201年まで続いた古代ローマとカルタゴの大規模な戦争よ。この戦争で若きハンニバルとスキピオが初めて相まみえることになるのよ。二人はどんな立場だったのだ？ハンニバルは29歳でカルタゴ軍の総司令官で、スキピオはまだ17歳のローマ軍の若手将校だったの。二人の最初の出会いはティキヌス川の戦いなのよ。運命の分かれ道ティキヌス川の戦い。その戦いで何があったのだ？この戦いでスキピオの父、同じくローマの将軍が重傷を負ったの。若きスキピオは父を救出して見事に窮地を脱したのよ。へえ、すごいのだな。でもなんで父親が戦場にいたのだ？当時のローマでは将軍が自ら前線で戦うのが当たり前だったの。この経験は後のスキピオの軍事戦略に大きな影響を与えることになるのよ。15年の時を経てザマの海戦。その後、二人はどうなったのだ？ハンニバルはイタリア半島で数々の勝利を収めて、スキピオは着実に実力をつけていったの。それから運命の対決、ザマの海戦で再び将をまみえることになるのよ。どんな戦いだったのだ？紀元前202年、北アフリカのザマで行われた決戦なの。この時、スキピオは32歳、ハンニバルは45歳で、両者互いを認め合う好敵手として最後の決戦に臨んだのよ。歴史に残る対話ザマの戦いの前夜。二人は戦う前に会って話をしたのだ。そうね。戦いの前日、2人は会談をして、ハンニバルは和平を提案したけど、なんで和平を結ばなかったのだ？スキピオはローマの未来のためには決着をつける必要があると考えたの。この判断は後のローマの地中海制覇につながることになるのよ。その後の人生栄光と没落。戦いの結果はどうなったのだ？スキピオが勝利を収めたの。彼はアフリカヌス、アフリカの征服者の称号を得てローマの英雄になったの。一方のハンニバルはカルタゴを去って各地を転々とすることになるのよ。二人は後にまた会うことはあったのだ？あったわよ。紀元前193年、小アジアのエフェソスで偶然再会したという記録が残っているの。二人は軍事戦略について語り合って互いを認め合ったそうよ。まとめ。歴史は、時として最高の物語を生み出します。ハンニバルとスキピオの物語は、敵対しながらも、互いを認め合った二人の天才軍人の、人間ドラマとしても深い感動を与えてくれます。彼らの生涯は、勝敗を超えた人間のあり方、そして運命の皮肉について、私たちに多くのことを教えてくれるのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。